ですか。おはようございます。冒頭5件申し上げたいと思います。まず1点は、次のインフルエンザ流行に備えた体制整備でありますが、昨日、アドバイザリーボードにおいて、外来検査体制の整備、インフルエンザワクチンの接種等の項目について議論をいただきました。インフルエンザワクチンについては、4価ワクチン、いわゆる4種類のウイルスに対応できるワクチンに変更されたのが平成27年でありますが、それ以降で最大の供給量となる約3178万本、人数で言えばそれを2倍していただけるわけですが、を確保できる見込みになっております。これは今申し上げた27以降最大の供給量でありますが、一方、新型コロナウイルス感染症の流行が懸念される中、インフルエンザワクチンの需要が高まる可能性があるというふうに考えております。そうしたことを、踏まえてですね、インフルエンザワクチンについては、現状、65歳以上の高齢者等が予防接種に基づく定期接種対象者になっていること、また8月3日の日本感染症学会の提言で、医療関係者、高齢者、ハイリスク群、小児、特に乳幼児から小学校低学年の接種が強く推奨されていることなどを踏まえて、明日26日、厚生科学審議会の合同部会を開催をして、インフルエンザワクチンの優先的な接種対象者への呼びかけの実施等について、広く専門家のご意見を聞きたいというふうに考えております。いずれにしてもインフルエンザ流行に備えて、こうしたワクチン接種、また外来検査体制の整備をしっかり図っていきたいと考えております。2点目でありますけれども、新型コロナウイルス接触確認アプリ、COCOAでありますけれども、8月24日17時時点でダウンロード数が1464万件、この間も日々増加をしているところであります。また、陽性登録は386人の方から行われておりました。ご自身が陽性になる中、登録にご協力をいただいていることに感謝を申し上げたいと思います。今般、接触通知を受けたすべての方に検査を受けていただけるようにいたしました。それに伴い案内方法を変更します。お手元に横長の紙が配布させていただいておりますけれども、具体的に申し上げますと、これまでの流れが上の方に書いておりますけれども、これまでは症状がある方、あるいは症状がなくても感染者との接触の心当たりがある方が、検査の対象という整理をさせていただき、それ以外の方は、ご自身で健康観察をいただく、こういう流れになっておりました。それを今回、それぞれ地域における PCR 検査体制の整備等も十分に整ってきたということを踏まえて、症状の有無や感染者との接触の心当たりにかかる全員に検査を受けていただけるようにするということにいたしました。なお、具体的な画面のアップデートについては若干時間がかかります。下に中継をさせていただいておりますけれども、大幅なアップデートは9月以降に行いたいと思っておりますが、それ以外のまでの間においても、感染者との接触の心当たりをお伺いする画面の中で、心当たりがなくても受診を希望するのますかという一文を加えてですね、検査に案内できるという、とりあえず暫定な対応をさせていただくことにしております。こちらの改修は明日にも終わる見込みでありますので、本アプリのアップデートをしていただく必要はないとのことであります。それに関連して8月21日に自治体向けの事務連絡を発出いたしました。大きく2点であります。1点目は、COCOAで接触通知を受けた方に対し検査を行う場合は、陽性検査として行い、検査費用の自己負担は求めないということ、これを明確化させていただきました。また、本アプリで通知を受けた方は、別途濃厚接触者であると確認された方を除き、検査結果が陰性であれば、14日間の健康観察は求めないという考え方を合わせてお示しをさせていただいております。それから2点目でありますけれども、現状においては、それぞれの共者、接触者相談支援センター等への連絡という形になっておりますけれども、これも9月以降ですね、そこを改正いたし、アプリの画面を変えまして、これは自治体の状況において、
直接画面上に検査機関を掲載すること、あるいはココア専用窓口を設置して検査機関を案内していただくことなど、各自治体の状況に応じて、それぞれの相談先につながるという形に回収をしていきたいと思っております。こうした措置によって、接触通知を受けた方が速やかに検査を受ける、また検査につながっていただける、こういうふうにしていきたいと思っております。ただ、先ほど申し上げました、自治体ごとに対応がいくつか異なっておりますので、また接触通知を受けた方は、アプリの案内に従って、検査機関やココア専用窓口等にご連絡をいただくようにお願いしたいと思います。アプリの活用について、これまで申し上げてまいりましたように、個人情報を入れない安心して利用できる仕組みであるということ、また、今回こうして、接触者通知を受けた方も検査にですね、つながっていただける、つながっていける、こういう仕組みをさせていただいたこと、こういったことをしっかりと PR しながらですね、さらに多くの方にダウンロードしていただけるように努力をしていきたいというふうに思っております。この仕組みは皆さんの利用が増える中で感染拡大の防止を図っていくということでありますので、引き続き積極的な活用をお願いしたいというふうに思います。3点目であります。ごめんなさい。2点目でありますけれども、マスク、アルコール消毒製品の市場供給の改善に伴う対策であります。本日、国民生活安定緊急措置法施行令の改正を閣議決定をして、8月29日より、マスク及びアルコール消毒製品の転売規制を解除することにいたしました。マスクについては3月15日から、アルコール消毒製品については5月26日から転売規制がかかっていたところであります。転売規制は私権の制約でありますので、規制の根拠である国民生活安定緊急措置法においては、事態の克服に必要な限度で抑制的に規制を設けることが求められております。現在、これらの製品については、いずれも供給品が大幅に増加をし、市中での購入が可能な状況になっていることから、今般規制の解除を行うことといたしました。なお、その上で、これらの製品のさらなる安定供給の確保のため、メーカー、卸売業者や小売店舗の皆さんに対し、改めて供給力の確保、流通円滑化の取り組みの継続を要請をしております。具体的にはメーカーの皆さんには原料、原材料の安定調達も含めた供給力の確保、卸売業者の皆様には受注量、納入量の調整、小売店舗の皆さんには需給の状況においては適切な仕入れや販売を行っていただくなど、安定的な供給への協力を依頼をしております。なお、規制の解除後も需給の状況を注視し、高額転売が横行して、これら製品の購入が困難な状況となれば、転売規制の再実施を検討するなど、必要な施策を講じていきたいと考えております。なお、こうした対応と合わせて、第一線で新型コロナウイルス感染症にご対応いただいております医療機関の皆さん方の守っていくために、また安心していただけるよう、引き続き医療機関向けのサージカルマスクについては、次の需給の逼迫に備えて国において必要な備蓄を進めること、都道府県や医療機関等の現場備蓄用として、今後、感染が再燃した場合に対応できるような、要するに感染拡大時の1ヶ月分に相当する約8100万枚を無償で特別配布、現在は行っているところであります。さらに、個別に発生する新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる医療機関の緊急の需要については、引き続き緊密による緊急要請の仕組みを通じて、迅速に対応することとしております。引き続き、マスク等の需給状況、新型ウイルス感染症の動向などを踏まえて必要な施策は講じていきたいと思っております。4点目でありますが、一時保護所の環境改善に関してであります。虐待事案の一時保護については、必要な場合に躊躇なく一時保護を行うとともに、子どもの権利擁護を図り、安全安心な環境で適切なケアを提供することが重要であります。そうした中、昨年、成立をいたしました児童福祉法の一部改正法の付則、これは改正法自体は本年4月から施行されておりますが、一時保護その他の措置にかかる手続きの在り方について、施行後1年を目途とする検討規定が設けられているところであります。また、先日、社会的養護を経験された方々の意見交換
会、これ8月5日に行いましたが、私も直接、これはウェブとしてはウェブで話を聞かせていただきましたが、その中で一時保護所の経験のある方々からはですね、死後が禁止されていたこと、また学校等に行けないということ、さらに先の見通しがなかなか見通せなかった、説明がなされなかったなどの問題があって提供いただいたところです。厚労省としてもこれまで一時保護を適切に行うためのガイドラインの作成、施設整備や職員配置の強化のための財政支援の拡充、教育を専門的に行う学習指導協力員の配置促進など取り組んできておりますが、そうした経緯も踏まえながら、児童相談所における一時保護の手続き等の在り方に関する検討会を来月に立ち上げて、年度内に議論を取りまとめるべく検討を進めていただきたいと考えております。なお、この検討会には社会的養護の経験がある方にもご参加をいただきながら、一時保護所内での適切なケアの在り方、一時保護の開始時期や解除時の適正な手続きの在り方についても議論を行っていただきたいと考えております。最後でありますけれども、大変皆さんにご迷惑をおかけいたしました雇用調整助成金のオンライン受付システムであります。2度にわたってシステムの不具合によって開始する稼働早々に運用が停止をしてしまったところであります。この間、外部の専門家によるシステム監査を実施をし、必要なシステムの改修等を行い、再稼働可能であるという監査人の見解も踏まえ、今般システムを再開することといたしました。本日25日12時からオンラインでの受付を再開したいと考えておりますので、ぜひこうした申し込みの手段も合わせて活用いただきたいと思います。いずれにしてもこのような問題が再び生じることがないよう、安定システムの稼働に向けて努力をしていきたいと思っております。私の方からは以上